はい、皆さんこんにちこんにちは。は。本日なんですけれども、はい。恒例のジャンル紹介なんです。お、来ましたね。久々ですね。そうなんです。うん。で、今回は何かと言いましたら、はい。デジタルカードゲームを特集します。このデジタルカードゲームなんですが、簡単に言うと、はいはい。デジタル版のうんトレーディングカードゲームなんですが、はい。そもそもですよ、トレーディングカードゲームとは何かしら、というところから始めて、はい。それがデジタルになることでどう変わるのか、はいはいはい。で、最後にはおすすめのタイトルをピックアップして紹介します。で、しかもですよ、しかも今回なんですが、動画の後半で、はい。番組初のこの動画に関連したゲストさんを、ゲストさんを、はい、呼んでおります。おお、ついにここに僕ら以外の誰かが。そういうことなんです。最後まで皆さんお見逃しなく。はい。さて、まずなんですけれども、はい。トレーディングカードゲームについて紹介します。はい。トレーディングカードゲームとは、プレイヤーがデッキと呼ばれるカードの組み合わせを構築して、そのデッキからカードを引いて手札に加えながら相手とのバトルを行います。はい。で、プレイヤーはそれぞれのターンで交互にね、攻撃などを行って、相手の体力をゼロにした方が勝利となります。はいはいはい。で、各カードには固有の能力、そして属性があるので、戦略的なプレーが求められると。そして、このトレーディングカードゲームの中でも世界中で最も有名かつ人気のタイトルといえば、1993年にアメリカで発売されたマジック・ザ・ギャザリング。このマジック・ザ・ギャザリングがトレカブームの火付け役となって、ポケモン、そして遊戯王、デュエルマスターズなど大ヒットが続きます。なるほど。現在では数百種以上のトレーディングカードゲームが存在しているということなんです。さて、それでは、そんなトレーディングカードゲームの特徴を3つ、簡単に紹介していきましょう。1つ目、コレクションとトレードです。トレーディングカードゲームは、基本的に膨大な種類のカードが存在するため、プレイヤーは自分のデッキを作るためにまずコレクションを行います。まあとにもかくにも集めないとね、まずは始まらないですからね。そういうことなんです。で、コレクションしたカードなんですけれども、プレイヤー同士でトレードすることもできます。自分が持っているカードの中で必要のないものや、他のプレイヤーが欲しがっているカードと交換することで、自分だけのコレクションを作ることができると。自分が集めたコレクションの中からデッキを作るわけですね。そういうこと、そういうこと。2つ目、デッキ構築と戦略です。自分のデッキに入れるカードを選ぶ作業のことをデッキ構築と呼ぶそうなんですが、このデッキ構築をする際には、綿密な戦略を考える必要がある。各カードには攻撃力や防御力、そして特殊能力などがあるので、これらのバランスに配慮しながら構築する必要があります。なるほど。さらにはですよ、相手のデッキや戦略も考慮しなければならない。結構考えることいっぱいありますよね。そうなんです。まあ要するに、このデッキ構築っていうのが勝敗に大きく影響を与えるんですね。そういうこと、そういうこと。そのためには相手のその行動、そして構築っていうのも読んでいかないといけない。そして3つ目なんですが、コミュニケーションと競技性です。トレーディングカードゲームでは他のプレイヤーとバトルを通じて出会ったり、コミュニケーションを取ったりできるのも大きな特徴なんですね。で、日本では全国にカードショップとか専門店があるので、共通の趣味として出会って友達になったり、または対戦を通じて仲良くなることもあると。ほんで、戦略や戦術で大きく左右されるゲームなので競技性が高い。大会やイベントも数多く開催されています。で、そういった大会とかイベントを通じたコミュニティも多く生まれているということなんですね。そして、いよいよデジタルカードゲームについていきましょう。行きましょうか。基本的には冒頭で紹介した通り、トレーディングカードゲームのデジタル版なんですが、デジタルならではの特徴がいろいろあるんです。まずはそれを3つ紹介していきます。3つね。1、誰でも無料ですぐに遊べるということなんですね。デジタルカードゲームは基本プレイ無料の上に
スマホ対応しているゲームがほとんどなんですね。カードを実際に購入する必要がなくて、誰でも気軽に参加できます。また初心者向けの無料のスターターパックが提供されることもあるので、すぐに遊べて、すぐに楽しむことができるんですね。だからこれはお子さんとか学生さんもプレイしやすいですよね。そしてゲーム機やパソコンもいらないし、スマホ1台あればできるので、参加のハードルも低いのがいいですよね。そういうことなんです。2つ目いきましょう。初心者でも安心の便利機能が豊富なんです。何でしょう。どういうことかというと、デジタルカードゲームでは細かいルールの管理や、残りの体力などの数字の計算を自動で行ってくれるので、プレイだけに集中することができる。またチュートリアルもあったりするので、ルールのわからない初心者でも安心してプレイができる。3つ目です。いきましょう。新鮮かつ快適なゲーム体験の提供というものなんですね。どういうことかというと、デジタルカードゲームはオンライン上で運営されているため、アップデートとかバランス調整が定期的に行われます。新しいカードや機能の追加、弱体化や強化などのバランス調整、さらには改善や修正なども迅速に行われるので、常に新鮮かつ快適なゲーム体験を提供してくれると。なるほど。要するに初心者からベテランまで誰もが気軽に安心して常に新鮮な気持ちでプレイできるのがデジタルの特徴ですね。そういうこと。早速プレイしてみたいなって思うんですけど、実際にどんなタイトルがデジタルカードゲームにあるんですか？確かにね、気になるでしょ。気にはなるんですよ。どうなんですか？まずはね、タイトルだけちょっと一気に紹介したいなと思います。お願いします。まずはマジック・ザ・ギャザリングのデジタル版で、マジック・ザ・ギャザリング・アリーナ、世界規模で人気を誇り大会やコミュニティも活発なハースストーン、リーグ・オブ・レジェンドやバロラントのライアットゲームズが手掛けるレジェンド・オブ・ルーンテラ、そして日本のサイ・ゲームズが開発した、何でしょう、シャドーバース。知ってます。で、本当にね、いろんなタイトルがあるんですけれども、今回はこの中から一つをピックアップして紹介しようと思うんですが、なんと今回は冒頭にもちょっとお知らせをいたしました。ゲームに関連する方をお呼びしていますので、早速紹介していきましょう。いよいよ出てきますか。そうなんです。ではこの方です。どうぞ。ということで、このチャンネルで初めてゲスト来てもらったという形になりますよね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ということで、お名前なんですが、翡翠くんです。翡翠くんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、翡翠です。よろしくお願いします。お願いいたします。僕は先ほど紹介されたゲームのタイトルの中のシャドーバースのプレイヤーで、ちょっとした大会でも優勝してるので、今回はお二人にシャドーバースの魅力をお伝えできればなと思っております。よろしくお願いします。では一番最初、翡翠くんがシャドーバースを始めたきっかけって何？きっかけはですね、お友達がそもそもシャドーバースをやってて、それに誘われた形で始めたんですけど、始めたのが6年前、7年前ぐらいで、シャドーバースがリリースされたのも7年前なんですよ。ほとんどの時間シャドーバースと一緒に歩んでるのかなと思ってまして、そもそも僕がカードゲームをやったことがなくて、ないんだ。そのトレーディングカードゲーム自体をやったことがなくて、遊戯王だとか、デュエルマスターズだとかを触ってこなかったので、初めて触ったんですけど、やっぱ始めやすかったですね。シャドーバースは。ルール説明もありますし、そもそも無料で遊べるっていうのが、どうしてもトレーディングカードゲームってお金がかかるっていうイメージがあるじゃないですか。あります。なので、そこの敷居が低かったっていうのはすごくありがたくて、今からでも始めやすいタイトルなのかなって思ってます。それでもね、コバさんさ、他のそのポケモンのカードゲームとかってやったことがあるわけじゃん。難しいって感じたことってないの？だんだんやっぱ複雑になっていくんですよ、カードゲームって。そうですね。種類が増えていくごとに新たな効果とか、
が生まれてきて、それを覚えたりするのも大変だったりするので、その始めやすいってところでいうと、ルールが単純で、その無料で始められるっていうところ、やっぱお金もかかるのでカードゲームってね、そうそう予算面でもそう始めやすいっていうところでいうとすごくいいんじゃないかなって思いました、聞いててね。そもそもシャドーバースっていうカードゲームは3種類のカードを使って戦うんです。フォロワーというモンスターですね、モンスターカードとスペル、呪文ですね、と設置型のアミュレットというカード、この3種類を使って戦うんですよ。それは何ですか？フォロワーだったら攻撃力とか防御力とかがあると思うんですけど、アミュレットはそれがなくて設置したら効果が発動するものだったり、その何ターン後かにこのアミュレットが壊れて効果が発動するよっていうカードだったり、後々に響いてくるカードなんで、そうなんだ。なんでカードの種類自体は少なくて、効果もそこまで複雑なものもなくて単純なものが多いので、ルール自体は覚えやすいかなと思っております。はい。そしてシャドーバースの最大の特徴なんですけれども、何でしょう？カードが進化するんです。進化？はい。進化？エボリューションってこと？そうです。エボリューションです。何横文字は？エボリューションでしょ？エボリューション。カードエボリューション。エボリューションするの？どうエボリューションするの？先行と後攻で進化できる回数がちょっと違うんですけど、先行は2回、後攻は3回できるんです。もう回数が決まってるんだ。はい。その進化できる回数を回復できたり増やしたりするカードもあるんですけど、基本は2個と3回。この数字の差で戦っていくんですけど、進化すると追加効果が得られたり、そもそもの攻撃力防御力が上がったり、イラストも変化するんですよ。イラストも？はい。これはシャドーバースにしかない最大の特徴かなと思っています。はい。そのバトル内で進化するっていうこと？バトル内で進化します。はい。進化をする条件もあったりとか、そもそも普通に進化できるカードもあれば、普通に進化はできないけど効果を満たせば自動で進化して攻撃ができるよみたいなカードだったりとか、いろんな効果がありますね。はい。その進化に対する条件が難しければ難しいほどより強くなるというか、効果が高いというか。でもその進化する条件が決まってるからこそ、回数が決まってるからこそ、その勝利の鍵になる。そうですね。とかあるよね。どこで進化を切るかっていうのがシャドーバースの最大の魅力かなと思っております。戦略だ。はい。あとちょっと基本的なこと聞きたいんですけど、どうすれば勝ちなの？相手の体力を20あるんですけど、その20の体力を削り切ったら勝ちなんですよ。大体はそのフォロワーの攻撃力で相手のリーダーを殴って20引くそのフォロワーの攻撃力でどんどん減らしていって20にしていくんですけど、フォロワー以外にもスペル、呪文カードで直接相手のリーダーに攻撃できるスペルだったりとか、ダイレクトアタックってやつや。そうです。はい。アミュレットもそういうカードがあるので、フォロワーだけじゃないぞっていう。そうなんだ。この20っていうのはもう固定の体力なんだ。そうですね。基本的には固定です。先ほど言った進化の効果で自分の体力の上限を増やすカードだったり、回復するカードも存在するので、回復もできる。はい。そこら辺のカードの枚数とかを調整して自分なりのデッキを作って、攻め型にするのか守り型にするのかっていうのがシャドーバースの特徴ですね。こういうさデジタルカードゲームっていうのは制限時間とかってあったりする？制限時間はですね、1ターン90秒なんです。90秒。はい。1日90秒です。なんでその90秒の間に自分のターンに何をするのかだとか、時間が余ったら次のターン何をするのか。相手がこれをしてきたら自分はこのカードを出そうとか、90秒の中で自分の戦略を立てつつ戦っていくのがシャドーバースですね。意外と短いんですよ。そうだよね。はい。全然足りなくて。意外に短いんだと思ったよ。だよ。そうですね。あんまりトレーディングカードゲームでは制限時間っていうのがあんまないっていうのもありますし、そもそも長いっていうのもありますよね。はい。カードゲームの中では持ち時間は短い方なのかなと。割と1試合も勝負するのが短かったりもね。はい。そんなに時間かかったり。大体1試合10分から15分ぐらいで終わりますね。最初かかってもね。はい。でもその間頭フル回転するわけだからね。はい。結構疲れます。そうだよね。やっぱりそのデッキは複数持ってたりするの？そうですね。持ちデッキというか。持ちデッキがね。はい。あるんか。シャドーバースはクラスという固有のカードがあって、それが8種類あるんですよ。でその8種類プラス、どこのクラスにも入れられるよっていうカード、ニュートラルカードっていうのがあるんですけど、これを組み合わせてデッキを作るんですけど、
やっぱりその環境によってこのクラスが強いとか、このカードが強いみたいなのがあるんで、まあいろんなこのデッキを作ったりだとか、同じクラスの中でもちょっとタイプの違うデッキを作ったりだとか、これはデジタルカードゲームならではのお金がかからないので、いろんなデッキを持てるっていうのは強みかなと。ちなみに今はどれぐらいのデッキを保有してるの？僕はですね、20デッキくらい。20デッキくらい。まあそれがちょっと上限したりとかね、あるけど、その同じデッキの中でそのカードの枚数が変わったりはするんですけど、タイプの違うデッキでいうと20種類ぐらいは。それを状況に応じて、また大会に応じて、対戦相手に応じて選んで出すわけだ。その段階だけでも戦略性が高いなっていうのはよくわかる。で時間制限もある、体力をどう奪うかっていうところも考えなきゃいけない。これはすごいね。いやすごいね、本当にね。シャドーバースの魅力はストーリーが面白くて、物語ってこと？カードゲームのアニメってあるじゃないですか。あるね。シャドーバースもアニメがあるんです。そのシャドーバースのアニメも面白いですし、そのスマホゲームの中でもストーリーが展開されてて、オリジナルストーリーが展開されてて、ストーリーモードがあるわけ？あるんです。すごい。ストーリーモードの中で戦ったりだとか、特別なカードが使えたりだとか、カードゲームなんであんまり力入れてないんじゃないかなみたいな、ちょっと思うじゃないですか。めちゃくちゃ面白いんです。これがめちゃくちゃ面白くて、そうなんだ。これだけでアニメができます。ストーリーの中の主人公になりきって敵と戦ったりだとか、ストーリーの中の選択をしたりだとか、それで分岐もしたりするんで。じゃあもちろんやっぱストーリーだけあってエンディングもあるわけ？あります。なるほどね。一度終わりはあるけれども、またそこからつながっていく、アップデートとかでいろんな物語が追加されていったりとか、そこでやっぱ感情移入してさらにカードゲームが楽しくなったりとかするよね。ストーリーのカードとかがこう追加されるとやっぱり使いたくなっちゃいます。確かにね、とりあえずデッキに入れてねプレイしてみたくなるよね。これを主軸にどうデッキを組もうかなみたいなとか、やっぱアニメとか僕見てたりするとやっぱり原作と同じデッキを作りたいとかやっぱやりたくなるもん。そうですね。実際やってたし、シャドーバースじゃないけどね。皆さんもシャドーバースちょっとやってみたいなという方はデジタルカードゲームということで初心者でも簡単に始められることができますので、ぜひ一度プレイをしてみてください。さて今回ではあるんですけれども、シャドーバースのプレイヤーでありまして、大会でも優勝したことがあります翡翠くんをゲストとしてお迎えさせていただきました。翡翠くん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。はい、ということで、今回はデジタルカードゲームのまずメインどころ、そしてだよ、シャドーバース。僕はね、一番最初紹介するときに正直な話としてちょっと難しいかなと思ったんだ。そうなんですか？でもだ、今日ゲストに来てくれたじゃん、翡翠くんね。そう、翡翠くんの話を聞いてると難しくはあるけれども、初心者でも入りやすいもの、そして楽しめるコンテンツ、そしてゲームだっていうことはよく分かったのね。そうですよね。いやでももっと聞きたいことたくさんありましたよ。そうなんですよ。だって大会ね出てたっていう話あったけれども、その大会のシャドーバースの大会の裏話とかも聞きたかったし、他にもたくさん聞きたかったですけどね。そうだよね。やっぱほらこの番組って e スポーツに関連するチャンネルじゃない？そうですよね。というところで e スポーツにこのデジタルカードゲーム、シャドーバースがどういった形で関わっているのかっていうところはもっと聞きたかったんだ。e スポーツとのそのつながりをね、シャドーバース目線でちょっと語っていただきたかったですけれども。そうだよね。でもだ、もしかしたらこれから先の配信とかライブとかで聞けるところがあるかもしれない。そうですね。わからんよ。わからんけどね。なので、ぜひ皆さんはそういう時がまたありましたら、そうですね。ご覧いただきたいなと思います。お願いします。はい。ということで、今回はデジタルカードゲームシャドーバースに関して、翡翠くんゲストに来ていただきまして、いろんなことをお聞きいたしました。さて、ということで、じゃあコバさんよろしいですか？じゃあ参ります。3、2、1、どうぞ。バトルシャドーバース。だってさ。バイバーイ。でもめっちゃおもろいね。今回のこのオフトークには翡翠くんも来てくれてます。いや、引き続きありがとうございます。ね、ありがとうございます。いや本当にさ、この番組でゲストに来てくれる、正直言うとさ、ちょっとほら出張版であったりとか、ゲストの方
僕ら以外の人にね話してもらうっていう機会はたくさんあったよ、たくさんあったけど、この今収録しているスタジオに